必ず冷凍庫にこんな感じ。感動的な美味しさ。一番リピート食べます。熱っ。チーズがすごい。雪見大福的な罪悪感がないです。レンジでチンしてお子さんのおやつとかに良さそう。甘すぎずに 3.99 ドル。はい、じゃあみきです。今回はみんな大好きなスーパートレーダージョーズのおすすめ商品を紹介します。トレーダージョーズはカリフォルニア発祥のスーパーで、基本自社ブランドのオーガニック系食品を売っているところなんですけど、味がね美味しいのとパッケージもおしゃれで、新商品が出たりするとトレジョ好きの中では話題になったりします。あとたまに発売されるミニトートとか保冷バッグも人気で、それをね一時帰国のお土産にする人も多いです。この前一時帰国した時にもトレジョのトートバッグを持ってる人を何人か見かけました。あとはトレジョは他のスーパーに比べて店員さんがフレンドリーな雰囲気があります。で、私は普段4カ所ぐらいのスーパーを使い分けていて、その中にはねもちろんアジア系スーパーとかも入ってるんですけど、トレジョでは主に冷凍食品とお菓子を買うことが多いです。でも最近はもうあちこち行くのも結構大変なので、トレジョでも野菜とか卵とかを買うようになりました。で、トレジョは結構日本食というか、日本からインスピレーションを受けている商品も多くて、噂によると、日本とか日系の工場とかが作ってたりするみたいです。ちょっとねおすすめが相当な数あるので、そろそろ始めたいと思います。ということで、まずはこちらスープ系ですね。私が特に好きなのはこのクラムチャウダーなんですけど、具がしっかり入ってて美味しいです。で、こっちのトマトフェタスープ、酸味があって美味しいので、だいたいこのどちらかを買ってます。で、チキンスープは若干ハーブっぽい癖があるかな。でも私は好きです。あとロブスターのビスクはまだ試したことないです。で、次は冷凍食品に行きたいんですけど、まずはこのキンパから。これお肉が入ってないんですけど、入ってなくても美味しい。なんか煮豆腐、油揚げと野菜、漬物って感じなんですけど、本当に楽したい時はこれに餃子焼いてなんかスープ作るとか、そんな感じでランチにも夜ご飯にもなるので、これは必ずストックしてます。そしてこちらのチュモッパ、ちょっと開けちゃってるんですけど、チュモッパ、これ韓国風のおにぎりなんですけど、プルコギの味付けのおにぎりで、これね甘めの味付けでめっちゃ美味しいです。で、これはこの個包装のおにぎりが3つ入ってます。ちなみにね、これプルコギって書いてあって、ずっとお肉が入ってると思ってたんですけど、まさかのお肉じゃなくてプラントベースのお肉風のやつだったので、ビーガン向けの商品でした。で、これはどちらかというとおやつとか夜食向けで、お腹がね空いた時に食べてます。これも必ず冷凍庫に入ってます。で、続いては小籠包。これは3種類あって、チキンとポーク&ジンジャーとベジタブルの3種類なんですけど、これは本当に美味しくて、これは6個入りなんですけど、ポーク&ジンジャーとチキンは両方食べて、私はポーク&ジンジャーの方が好きでした。これもねよく買います。で、シューマイもあって、これは、ポークだけ食べたことあるんですけど、これも美味しいです。これ何個入りだったかな、忘れちゃいました。ごめんなさい、ちょっともう開けちゃってるのでちょっとね冷凍食品なので、片付けながら紹介していきます。次、こちらの天ぷらシュリンプ、エビ天なんですけど、これはいつもアジア系スーパーで冷凍うどんを買ってストックしてるんですけど、それと一緒にエビ天うどんにして食べてます。で、こちらの野菜かき揚げも同じようにかき揚げうどんにしたりして食べてます。で、一応
一応ねタレがついてるのでそのままおかずにしてもいいと思うんですけど、うちはいつもうどんにしちゃってます。これめっちゃ美味しいです。感動的な美味しさで、揚げ物つながりで言うとこの白身魚フライも我が家のお気に入りです。なかなかね家で揚げ物をすることがないので、こういうのがあるとすごく助かります。そしてこのチキン春巻きはちょっと今回ね初めて買ってみたので今から食べてみます。いただきます。熱っ。美味しい。オーブンでやると皮がねめっちゃパリパリになってます。中はチキンと玉ねぎかな、あとちょっとバジルっぽい感じになってます。なので日本人が想像するなんか春雨が入ってるような春巻きとはちょっと違う、若干洋風な感じはあるんですけど、これめっちゃ美味しいです。これはさっきのサイズが5個入りだったので、なので2人暮らしだったら1箱で全然いいんですけど、ちょっとね家族が多い方は1箱じゃ足りないかも。であとは割と最近出てきたものでお好み焼きがあるんですけど、これはもう日本でもよく売ってる冷凍お好み焼きと全く一緒で美味しいです。これもね見せたかったんですけどごめんなさい、すぐに食べちゃいました。あとはネギチヂミも美味しかったです。でうちは普段自分でお好み焼きとかチヂミは作るのでわざわざ買わなくていいじゃいいですけど、結構ね夜ご飯の時間帯に仕事とかミーティングしてることが多いので、こういうねサクッと作れるものがあるとめっちゃ助かります。そしてマンダリンオレンジチキンなんですけど、アメリカにはパンダエクスプレスっていう中華料理系のチェーン店があって、で私そこのオレンジチキンがすごい大好きなんですけど、それよりはちょっとタレに酸味があるかなっていう感じの味で、これもオーブンで焼いてタレを絡めてもうそれで一品できるっていう感じなのでめっちゃ楽です。あとは前にヨセミテの Vlog で紹介したキャンプに持ってったコリアンスタイルビーフショートリブっていうのがあるんですけど、これは骨付きなのでちょっと食べにくさはあるんですけど甘めの味付けになっていて、これもめっちゃ美味しいです。続いてこれもアジア系にはなるんですが、このナンは家にない時がないです。すでに焼いてあるのでオーブンで1分半ぐらいなんですけど、このねプレーンとこっちのガーリックの2種類だと思うんですけど、うちはいつもこのプレーンを買ってます。でこれは中に4枚入ってます。でこのガーリックの方はなんかパクチーが若干まぶされてて、うちはね2人ともパクチーが苦手なので好きな人は好きだと思います。ちなみにナオはこんな感じです。でこっちのガーリックの方はこんな感じ。ね、ちょっと変なんですけどうちはこのナンをこのカレーと一緒に食べてます。これもトレジョのカレーなんですけど、でこれは、バスマティライス付きのカレーでバターチキンとかチキンマサラとかなんか何種類かあるんですけど、うちはいつもチキン系を買ってます。なのでご飯とカレーとナンっていう感じになっちゃうんですけど、よく考えたら普通なのかな、普通かもしれない。そういうプレートとかありますよね。なんでこれでランチとかにしてます。ちなみにこれは開けちゃおうっと。ちなみにこんな感じでなんかちょっとお弁当っぽくなってるので、これをレンジでチンしてもうそのまま食べられます。こういうのねストックしてあるとランチとかにすごい便利だと思います。あとはチャオトムっていうベトナム料理もあって、なんかエビのすり身と野菜といろいろ練ったものをサトウキビの串でこう刺して揚げたものらしいんですけど、これも美味しかったです。
アジアンテイストなものが好きな方にはおすすめです。これはタレがついてないので、自分でチリソースをつけて食べたらそれがすごく合いました。続いてアジア系からちょっと離れてパスタ。私のパスタのお気に入りはこちらです。これはクリーム系のフェットチーネで、これもねいつもストックしてるんですけど、でこんな感じでパスタ麺の塊と、あとねソースの塊みたいなのが入ってて、これを一緒に入れてレンジでチンするだけです。でこれはパスタの麺が6つ入ってたので3つずつ食べるっていうことができたんですけど、最近ね1つ減ってしまいました。なんかね生産ミスかなって思ったんですけど、その後何回か買っても5個しか入ってなかったので、多分ね減ったんだと思います。悲しい。で個人的なお気に入りはこの同じくトレジョのシーズニングをかけてレンジでチンして、でその後にブラックペッパーをかけて食べるっていうのがお気に入りの食べ方です。他にもアラビアータも美味しかったし、バジルのリングイネも美味しかったし、あとねラザニアも好きです。あとはね今日の夜ご飯にしようと思ってこちらのパスタを初めて買ってみました。これはチーズとナスのアラビアータかな。これをね今から食べます。今日の夜ご飯にします。夫がねナス好きじゃないので、こういうの食べたい時は基本一人で食べます。こんな感じでした。結構ねちっちゃいからおやつかないただきます。美味しそう。チーズがすごい。いただきます。美味しい。なんかトレジョのいいところってほんと外れが全然ないんですよね。なんかいろんな国の料理が多分あると思うんですけど、もっと他にもなんかそういうのも全部こうなんか食べやすくアレンジされてるのかな。なのですごい美味しいです。日本人の方でも口に合いやすいと思います。美味しいけど絶対足りない。これはぜひ大きいサイズで持ってほしい。はい、ということでごちそうさまでした。でピザもいろいろ種類があって、私が好きなのはバーベキューチキンと、あとオーガニックローステッドベジタブルピザも好きです。ブラータと生ハムとルッコラのピザもあって、それはちょっとなんかホームパーティーとかに合いそうなおしゃれピザで、それも美味しかったです。あとねこちらのブロッコリー&チェダーチーズキッシュ、これも好きです。サイズはねこれくらいでちっちゃいんです。なのでおやつとかなんかキッシュプレートにするとかそういう感じになると思うんですけど、これもよく買います。そして私がアメリカで出会って好きなものがスイートポテトフライなんですけど、それもトレジョの冷凍があります。あとはこちらもヨセミテの Vlog で紹介してると思うんですけど、シュリンプスキャンピっていうアメリカ料理らしいんですけど、エビをガーリック、バター、白ワインとかでこう炒めたものらしいんですけど、ちょっとねオイルっぽい感じになってるのでアヒージョみたいに食べてもいいし、パスタにしたりもできます。公式の写真だとなんかピザの上に乗ってますね。ちょっとねおすすめがありすぎて皆さんついてこれてるかわからないんですけど、次デザートいきますね。アイス、最近我が家でちょっとブームになってるのがこのシリーズのアイスです。これはコーン付きのアイスで、バニラ、ストロベリー、モカ、チョコチップ、チョコといくつかあって、これはねチョコレートです。このね小さいこれくらいのミニサイズで、ちょっとね暑い日とか甘いものが欲しい時に食べてます。そして餅アイス、これは雪見大福的な感じなんですけど、雪見大福よりは皮がちょっと固めかな。でも美味しいです。これもね雪見大福よりは小ぶりのアイスです。これのごまバージョン、ごまの餅アイスが美味しいらしいんですけど、人気なのかなかなか見つけられないです。
続いてこれは最近見つけたんですけど、ピーナッツバター&ストロベリージャムサンドイッチ。これ完全にランチパックですよね。アメリカでは結構珍しくというか小分けにちゃんとなっていて、こんな感じで1袋、これが、4袋入ってます。なのでピクニックとかなんかお子さんのおやつとかに良さそう。公式の写真だとなんかトーストしてあるんですけど、もちろんねこの解凍した状態でも美味しいです。こんな感じでふわふわです。よいしょ。こんな感じ。美味しい。これはでもストロベリージャムの存在感はほとんどないかな。あんまりなくって、本当にランチパックのピーナッツバターっていう感じで美味しいです。でその他はカスタードクリームタルトとティラミスも甘すぎず美味しかったです。でこのピーチ&クリームタルト、ピーチって言っても応答なので若干好みが分かれるかもしれないんですけど、これもねオーブンで焼くだけで美味しいので、なんかピクニックとかホームパーティーとかに良さそう。で私アメリカのお菓子で苦手なのがその甘すぎるとか、なんか海外っぽい独特な味がするところがちょっと苦手なんですけど、このワッフルクッキーは全然そういうのがなくって、お菓子のね中では一番リピートしてて、お茶会とかにもね持ってってます。もともとね私がワッフルクッキーが大好きなんですけど、これはねすごいバターの風味が良くてめっちゃ好きです。小分けにはなくてこんな感じで入ってるので、こうちまちま食べてジップロックとかに入れて保管してます。あとねこのワッフル、ブリオッシュスタイル、読めないな、ブリオッシュスタイルワッフル美味しいです。これも甘すぎずにふわふわで、こうやってね個包装になってて6つ入ってるんですけど、こうね持ち歩いたりとか人にもあげやすいですね。あとはこちらのピンクレディアップルチップス、これはリンゴのスライスを揚げてシナモンをまぶしてるお菓子なんですけど、リンゴだしグルテンフリーなので罪悪感がないです。このねリンゴの酸味がすごい好きで、私はねそのまま食べるんですけど、公式だとなんかヨーグルトとかに入れても美味しいらしいです。あとはカシューナッツなんですけど、おつまみ系の塩味のある味付けになってて、これはね美味しくて日本のお土産にもしたことがあります。多分ねおつまみにすごいいいと思うんですけど、うちはお酒は飲まないのでそのままおやつとして食べてます。あとはパンのカテゴリーで言うと、パンはそんなに試したことがないんですけど、ブリオッシュは美味しかったです。でインスタント系で言うとカットナイフスタイルヌードル、このセサミヌードルが個人的には好きでした。これは平たい麺になっていて、これ4つ入っててこんな感じで麺とあとソースが入ってます。これはスパイシーの方で、ノーマルの方は試したことないです。あとうちで使ってるのはさっき紹介したシーズニングとかガーリックパウダーで、このシリーズはねそんなに可愛くないんですけど、他の調味料はね結構可愛いのでお土産にもいいと思います。で他にもこういうポン酢とか味噌とか柚子胡椒とか、これもなんか日本で作ってるのかな多分。こういうのもね結構売ってるのでぜひ見てみてください。野菜やフルーツは基本決まったものしか買わないんですけど、このねトレジョで売ってるミニトマトが美味しくて好きです。なんかトマトの味とか粒がね割としっかりしてるところがよくって、セーフ比較なんですけど、ただこれは余談なんですけど、トレジョにもたまにあるんですけど、他のところにも売ってるサンセットっていうブランドのフレッシュフレーバーボームチェリートマトっていうのがあるんですけど、それが今のところナンバーワンです。他はアメリカだとなんかドーナツピーチとかサタンピーチって呼ばれる、日本でいうバント
っていう桃があるんですけど、それがね日本の白桃に近いのでこの夏はよく買ってるんですけど、ついにねようやくこの前近所のトレーダー上手でも見つけて買いました。なんかこんな感じで可愛いバッグみたいになってるで最後にグッズ系なんですけど、このトートバッグがね人気で、これはレギュラーのトートバッグなんですけど、これねキャンバス生地でしっかりしてて使いやすいです。これで3.99ドルとかで安いんですよ。で私が今年の春に長蛇の列に並んで買った限定のミニトート、これがねこの春はなんか4色あったんですよ。ちょっともったいなくて綺麗にしまっちゃってるんですけど、これが2.99 ドルだったかな。なんかもともとは全然買う気なかったのに、こう一時帰国のお土産にしたいなと思ってこのミニトートの方のね発売日をこう待ってたら、まさかのねこの限定カラーが出ちゃって、可愛いしもったいなくてなかなか使えないです。1人ね1食1個までだったんです。はい、ということで今回はアメリカの人気スーパートレーダー・ジョーズの私のおすすめ商品を紹介してみました。アメリカに来た当初は結構食べるものに困ってたんですけど、トレジョにね行くようになってからはストレスが減りました。むしろ楽しい。トレジョはね私だけじゃなくって他の在米の日本人の方にも人気だと思うんですけど、そりゃこのラインナップがあったらみんな好きでしょって思います。で今回もちろん全部は紹介できなくって本当はねいろいろ実際に食べたりしてみたかったんですけど、私のねお腹も冷凍庫もそんなに広くないので今回はざっと紹介させていただきました。私もまだ試したことないカテゴリーとか化粧品とかもあったりするので、トレジョがねご近所にないっていう方もいらっしゃると思うんですが、お近くにある方、あとは旅行でね来た方もぜひ立ち寄ってみてください。そして皆さんのお気に入りの商品があったらぜひコメントで教えてください。ということでこの動画が面白かったらぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。